プロローグ。休日のポーカーゲーム中、いとこのブロディが突然、こんな遊びは退屈だと言い放った。彼は大勝負をしたがった。彼はラム TRX のキーをテーブルに叩きつけた。これに貼れるやつはいるか？と彼は聞いた。彼が何をしているか私はよくわかっていた。自分のトラックを自慢したいだけだ。みんな震え上がっていた。ブロディ、ただの遊びだよ、彼らは震え声で言った。貼るなんてできないよ。すぐに彼らは彼にお世辞を言い始め、彼の年齢でそんな怪物みたいな車を乗り回しているのを褒めた。私は躊躇した。自分の手札を見た。3カード、キングのトリップ、キングの3カード。ブロディはお世辞を聞き心地よさそうに聞いていた。ちょうど嬉しそうにカードをシャッフルしに行こうとしたとき、私は自分のキアのキーを出した。私は静かに言った。01。部屋は一瞬で静まり返った。みんなが信じられないという顔で私を見た。ブロディの目は見開かれた。空気中の緊張が張り詰めた。2人のキーがテーブルに乗った瞬間、どんな家族の情も消え去った。しかし、私は少しも後悔していなかった。最初に車をかけたのは彼なのだ。家族にそんな冷酷なことができるなら、私が遠慮する理由はなかった。ブロディは嘲笑った。お前、ポケットにいくら金があるんだ？俺を脅してるつもりか？彼は冷たく笑った。これはラム TRX だぞ、小僧。本物の金をかき集めてから出直せよ。ボロキアで俺をゆすろうってのか？私は無関心な目で彼を見た。私は昔から彼とカードをするのが嫌いだった。毎回の休日、みんなはただ楽しみたいだけなのに。彼は金を武器に私たちをいじめる。常に大金をかける。ポーカーをする者ならみんな知っている真実がある。金の前では貧しい者に尊厳はない。私たちが5ドルかけると、彼は500ドルを放り出す。みんな彼に家族同士でそんなに厳しい勝負をしないでくれと言った。彼はただ無邪気なふりをした。500ドルが大金か？いつからそうなった？彼は私たちが貧乏だということをいいことに好き放題やってきた。私のキアが彼の TRX に比べ物にならないのは分かっていた。だから私は振り返り、婚約者のモリーに電話をかけた。私たちはもうすぐ結婚するところだった。彼女は婚約指輪を含む5金、ゴールドの5点セットを身につけていた。指輪とロレックスをテーブルに置いてくれと私は彼女に言った。モリーは私を見た。彼女は私の手札を尋ねなかった。ただ、金製品と時計を外し、テーブルに叩きつけた。その瞬間、ある言葉が頭に浮かんだ。このような伴侶を得て、人生に何の悔いがあろうか。私は真剣な顔でブロディを見た。これで十分な価値だろう。オープンするか？ブロディの表情が一瞬で変わった。彼は歯を食いしばった。私が実際に彼に逆らうとは思ってもみなかった。いとこと彼は辛かった。後のこと言わなかったとは言わせないな。俺がトラック1台負けても大したことない。だがお前が全部失ったら、お前の家族はどうやって食べていくんだ？02。私は首を振った。私たちの心配はいい。生きる道はそれぞれにある。それに、さっき夕食の時、俺に根性がないってチトさんに言ったばかりじゃないか？ブロディの顔は鉄色に変わった。私はこれまで彼を怒らせたことはなかった。しかし、さっきの夕食で、ただ彼ほど稼いでいないというだけで、彼は私を恥ずかしめた。生意気な顔で私を嘲笑い、私がビジネスをやるには臆病すぎると言った。彼とは違うと。ボスとは違うと。
彼の話の途中、父は彼の葉巻に火をつけようと近づいた。父はただ気をやっていただけだった。しかし、ブロディは風よけさえしなかった。部外者はその意味がわからないかもしれない。しかし、私たちの家族では、目上の者が火をつけてくれるときに手を添えなければ、それは敬意を払っていないという意味だ。見下しているという意味だ。それは一族の前での私の父に対する公の侮辱だった。みんなが神経質にブロディを見つめ、オープンするのかと聞いた。彼は深く息を吸った。どうせ勝負するなら彼は突然言った。もっと大きくやろう。でなきゃスリルがない。彼はカードを裏向きにテーブルに叩きつけ、お皿で覆った。そして立ち去った。窓越しに彼が TRX に行き、金属製のブリーフケースを取り出すのを見た。彼は戻ってきて、ケースをテーブルに叩きつけた。それを開けた。中には札束が積まれていた。ここに$50,000あるブロディは傲慢に言った。晴れるか？騒ぎは年長者たちの注意を引いた。ドンおじさんはブロディのしていることを見て慌てた。お前、頭がおかしいのか？彼は駆け寄った。あれは工場プロジェクトの前渡し金だ。使っちゃダメだ。ブロディは座りながら笑った。大丈夫だよ、父さん。俺には遊べる余裕がある。ただ、こっちについて来られるかどうかだ。03。私はすぐにブロディの計画を理解した。3カードポーカーでも、通常はことが大きくなりすぎないように上限が設けられている。しかし、最初に彼は自慢するためにわざわざ上限なしと強調していた。彼は掛け金を釣り上げ続けるつもりだった。私がフォローできなくなるまで釣り上げたかった。私を干上がらせたかった。案の定、彼は得意げに笑った。どうした？金がなくなったか？現金を出せないなら、それまでにかけたものは全部俺のものだ。返金なしよ。ドンおじさんもブロディの計画に気づいた。思わず笑みを浮かべた。彼は他の年長者たちとカード遊びに戻り、もう私たちを顧みようともしなかった。私は黙って拳を握りしめた。私にはそんな大金はない。突然、モリーが口を開いた。大丈夫。結婚の家をかける。瞬間、部屋中の全員が信じられないという目で彼女をじっと見つめた。ドンおじさんはシガー入れを噛みしめ、カードを引くのを忘れていた。ブロディは呆然と私たちを見つめた。震えていた神経質か怒りか。これは行き過ぎていた。年長者たちは遊ぶのを止めた。駆け寄ってきて、掛け角を越えたとつぶやいた。父は慌てた。彼は走り寄り、私の肩を掴んで激しく揺さぶった。頭がおかしくなったのか？彼は叫んだ。家族を路頭に迷わせたいのか？私を叱りながら私のカードを覗こうとした。しかし、私は手で強く押さえつけ、隠した。カードをする者なら皆知っている。誰にも見せてはいけない。一別一つの表情で手の内がバレてしまう。私はキングのトリップを握っていた。エースのトリップにしか負けない。ブロディがこの戦争を始めた。そしてベテランなら知っている。キングのトリップでは大勝するか死ぬかのどちらかだ。モリーはブロディをまっすぐに見据えた。結婚の家は$200,000の価値がある。君の現金より15万錠だ。コールするか、フォールドするか？ドンおじさんが叫んだ。みんな頭がおかしいのか。04。ドンおじさんはテーブルに身を投げ出し、私たちのチップを押し戻そうとした。彼は私に向かって怒鳴った。いとこを挑発するのはやめろ。彼はボスだ。
お前を破滅させたいわけじゃない。今すぐ彼に謝れ。この先、彼に面倒を見てもらいたくないのか？私はドンおじさんをつかみ、押さえつけた。全部テーブルに戻せ。私は怒鳴った。ドンおじさんは私がここまで怒るとは思っていなかった。恐ろしさに震えた。彼が$500かけたとき、誰も何も言わなかった私は歯を食いしばりながら言った。夕食で彼が自慢話をしているとき、君たちは父が下僕のように彼に火をつけるのを許した。今、彼が先に車をかけた。私は最後までやる。ドンおじさんは呆然と見つめた。目上の者にそんな口の利き方ができるとでも？私はブロディを見た。$50,000をマッチするか、フォールドしてこれまでの全部を失うか、それともゲームを今キャンセルして、各自金を回収し、君が父にひざまずいて謝罪するかだ。部屋は水を打ったように静かだった。誰も口を開けなかった。彼らはみんな見ていた。口にくわえた葉巻を待つブロディ。ライターをする父。あの時、誰も私たちの味方をしなかった。ドンおじさんの顔にさえ薄笑いを見たことがあった。ブロディは怒りに笑った。家族の前でここまで図踊り自粛していいと思ってるのか？私は首を振った。君が車のキーをテーブルに置いた瞬間、私たちはもう家族じゃなくなった。ブロディは数秒間黙っていた。それから嘲笑った。よし。よし。ゆすられたって言うなよな。張りたいんだろう？突然、彼は自分のカードのうち2枚をめくった。クイーンのペア。彼のカードを見た瞬間、胸の大きな重荷が消えた。しかし、私は真剣な顔を保った。ブロディは傲慢に首を振った。当ててみろよ。俺の3枚目はクイーンか？トリップか？手札の一部を見せる。典型的な威嚇テクニックだ。彼は私を脅して、たじろぐかどうか見たかった。彼は私を怖がらせることはできない。たとえ彼がクイーンのトリップだとしても、私のキングの方が上だ。彼がエースのトリップを持っているのではないかと心配していた。しかし今は？心配は消えた。ブロディは格好をつけようとしていた。しかし彼は自分で自分の罠にかかったところだった。もちろん私は真剣なままだった。君はブラフだと私は言った。コールするかしないか？ブロディは私の目を見つめ、読み取ろうとした。度胸と演技のゲームだ。彼は今、躊躇っていた。ドンおじさんが彼に小声で言った。もうかけるな。彼が怖がっていないのがわからないのか？ブロディの顔が歪んだ。かけなければテーブル上の全部を失う。彼はブラフに違いない。普段親戚はアドバイスをするのが好きだ。しかし今、誰も口を開こうとしなかった。カードがめくられる前は、真実は誰にもわからない。ブロディは神経質に周りを見回した。掛け金を釣り上げたのは彼だ。今フォールドしたら、この家族で二度と顔向けできなくなる。ついに、彼は妻のラナに手を振った。こっちに来い。05。ラナはしぶしぶテーブルに歩み寄った。ブロディは彼女に宝石をすべてテーブルに置くよう言った。彼女のセットはモリーのものより重く、高価だった。モリーと違い、ラナはそれを外したがらなかった。ブロディは慌てた。彼は急いで彼女に隠していたカードを見せた。ラナはそれを見た。彼女の顔は一瞬で気色に満ちた。彼女はすぐに金製品をすべて外し、テーブルに叩きつけた。彼女は嘲笑うように私に笑いかけた。よし。最後まで張り合おう。後悔するなよ。ここにいる全員が証人だ。誰が約束を破ろうものなら地獄に落ちろ。
オープンする準備はいいかと私は聞いた。ナナは興奮して叫んだ。ダメ。まだかける。彼女は貪欲だった。しかし、両者ともチップは尽きていた。突然、ナナはダイヤの指輪を指から外し、山の上に放り投げた。これはドクターの指輪だ。$5000だ。私は首を振った。いらない。私にとっては$100の価値だ。ナナは逆上した。バカなの？ブランドを知ってる？これはドクターの指輪だよ。男は一生に一つしか買えないんだぞ。ナナと私は冷たく言った。ブランドなんてどうでもいい。私は認めない。私にとっては$100の価値だ。ナナが私を罵ろうとしたが、ブロディが遮った。それなら、俺の家をかける。部屋が息を飲んだ。やめろ。ドンおじさんが叫んだ。あの家は$25万の価値があるんだぞ。ブロディは嘲笑った。父さん、俺は狂ってない。大きくかければ、彼はマッチしなきゃならない。それがルールだ。賭けは常に前回よりも高くなくてはならない。彼は私を見た。いとこ。ついてこられる金はあるのか？私は黙った。本当にもう金はなかった。ブロディは私の躊躇をすぐに見て取った。彼は大声で笑い、手を伸ばして私の肩を叩いた。時には遊べないこともあるんだよ。正直に言うと、お前が貧乏だからいじめてるんだ。でも、どうすることもできないだろ？命をかけてもいいと彼は囁いた。でも、それでも十分な価値はないよな。